こんにちは、はるようです。先日インスタグラムでたるみが気になる場所はどこですかっていうアンケートを取ったんですね。私の予想だとほっぺのたるみとか体だったらお腹かなって思ってたんですけれども、1位どこだったと思いますか？1位は目だったんです。上まぶたがこうたるんできて、前までくっきり二重だったのになんか奥二重とか一重みたいに見えるなってなってきたり、あと反対にこうくぼんじゃって老けて見られたりとか、あと目の下のところにぷくーっとこう膨らみができて、それがたるんでしまって悩んでいるという答えが多かったです。そこで今回は目の周りをケアして、目のたるみ、くぼみ、下まぶたのたるみやクマを解消していくケアをご紹介します。最初に目の周りのたるみが気になるっていう方に確認したいんですけれども、普段生活の中で無意識にこう目をこすっちゃう癖ってないですか？目の周りの皮膚っていうのはすごく薄いので、こう何気なくこすっているのも刺激になってしまって、たるみとかシワとかの原因、あとはこする刺激によって色素沈着が起きて、それがシミの原因、濃いクマみたいに見える原因になっていることもあります。ですので普段の生活の中でこすってるって気づいたら、それをやめるっていうのから始めるのもありです。続いて目の周りの筋肉について解説していきます。動画初登場のゲストを紹介します。じゃじゃーん、筋肉のお顔の模型なんですが、すごいよくできてるでしょ。一個一個こうマグネットでついてて、パズルみたいに取り外しができるんです。それはいいとして目の周りの筋肉なんですけど、この目の周りをこう丸く囲っているのが眼輪筋という筋肉です。で、その周りにはこの頭のところの大きい側頭筋、おでこのところの前頭筋ついています。そしてこのちっちゃい筋肉、これ取ってみるとこんなにちっちゃい筋肉なんですけれども、これ鼻毛下成筋って言います。眉毛を下げる筋肉と言います。この筋肉も今日はケアしていきます。はい、では先ほどのこの目の周りの眼輪筋とつながっている大きい筋肉、側頭筋と前頭筋から緩めていきます。ではまずおでこに手を当てて、側頭筋にも手を当てて、ちょっと目尻が引き上がる方向にクイッと上げてください。この時に思いっきり上げてシワになるぐらいではなくって、本当にちょっと目尻が引き上がるぐらいで大丈夫です。で、このまんま斜め上を向いて深呼吸、吸って吐いて、吸って吐いて、このまんま両方の筋肉をゆら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 と軽く揺らしてあげます。ゆら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 。そしてさささささささっと撫でてあげてください。もう一回いきます。おでこのところと側頭筋、手を当ててちょっとだけ引き上げて、視線は斜め上です。深呼吸します。吸って吐いて、吸って吐いて、そのまんま筋肉をゆら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 と揺らします。で、なで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 。はい、これでおでこ、前頭筋と頭の側頭筋のところを緩めました。次は眼輪筋と鼻毛下成筋を緩めていきます。目の周りっていうのは皮膚がすごく薄いので、あんまりこうグイグイとかするようなマッサージだとシワとか、
あと色素沈着が起きてシミの原因にもなったりするので、なるべく優しく触れていただきたいんですね。でそこで今日はもう本当に最低限触れて緩めるっていうことをしていきます。ピースを作ってください。ピースを作ったら、このまず目の下にそーっと触れて、さっきの眼輪筋がちょっとこう広がるようなイメージで触れておきます。でこのまま深呼吸吸って吐いて、吸って吐いて、そしたら優しく優しく撫でてあげてください。でこの時にどうしても力が入ってしまうという方は、クリームとかオイルとかで滑りを良くしてあげたり、あとこういうアイシャドウとか塗る筆ありますよね。筆でシュッ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 と優しく優しく撫でてあげるだけでも筋肉は緩んでくれます。こんな風なアイテムを使ってみてもいいです。はい、ピースを作ったら、この眼下ですね、眼下に指を当てます。眼下にそーっと指を当てて、で視線は上を向きます。上を向いたまま深呼吸吸って吐いて、吸って吐いて、そしてなで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 と優しくなでます。次にまたピースで、今度はこう目尻を開く方向に触れてもらって深呼吸です。吸って吐いて、吸って吐いて、ここも優しくなで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 。そして尾毛下成筋という筋肉ですね。よく目が疲れた人、ここグーッと押したりすると思うんですけれども、そこの筋肉をちょっとこう広げるイメージでピースで触ってもらって、吸って吐いて、吸って吐いて、そしてここもなで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 、全体的にね、目の周りの筋肉を優しく優しくなでなでしてあげてください。どうしても力が入っちゃう方は筆を使ってシュッ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 となでてあげます。そうするとどうでしょう。こっちのまぶたがすっきりしたので、二重具合がこっちの方がくっきりじゃないですか。こっちに比べると。こんな感じで目の周りの筋肉を緩めてあげることで目がすっきりとします。次に反対側もケアしていきましょう。まずは前頭筋と側頭筋に手を当てて、軽く目尻が引き上がる方向に動かして、視線は斜め上です。吸って吐いて、吸って吐いて、でゆら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 と優しく揺らしたら、なで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 。もう一回いきます。おでこと側頭筋、軽く目尻が引き上がる方向に動かして、視線斜め上で深呼吸。吸って吐いて、吸って吐いて、でゆら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 で撫でます。次に目の周りの筋肉を緩めていきます。ピースを作ってください。そして下まぶたに当てて、軽くこう眼輪筋を広げる感じで触っておきます。で深呼吸。吸って吐いて、吸って吐いて、でな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 で。次はこの眉毛の下、眼下のところにピースで当ててもらって、ちょっと広げる感じです。で視線は上を向いて深呼吸。吸って
吐いて、吸って、吐いて、なで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 。次はこの目尻のところを軽く開くようにピースで当ててもらって深呼吸です。吸って吐いて、吸って吐いて、でな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 で。そしてこの鼻毛下声筋のとこですね、ここもちょっとこう広げるように触ってもらって深呼吸。吸って吐いて、吸って吐いて、でな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 で。撫でる方向はどんな方向でも大丈夫です。でどうしても力が入っちゃう人はブラシを使って優しくなでなでしてあげてください。シュシュシュ。今日のケアをまとめると、まず1つ目は普段こすったりしないでねっていうこと。そして2つ目がまず目の周りの大きい筋肉である前頭筋と側頭筋を緩めます。そして3つ目に目の周りの眼輪筋と鼻毛下声筋を緩めました。目のたるみ、くぼみ、目の下のたるみ、クマが気になる方は1日1回でもいいのでこのケアをしてみてください。たるみより眼精疲労の方が気になるよっていう方は以前眼精疲労のケアをアップしていますので、そちら概要欄からご覧ください。また目の周りより顔全体のたるみが気になるなっていう方向けのお顔のリフトアップケアもありますので、そちらも概要欄からご覧ください。こんな動画アップしてほしいなとかっていうのがありましたらぜひコメントでお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。